はい、始まりました。那須館長のムービームービング。今回は君たちはどう生きるかについて連続して語っていく第11回目の回で解説編の最終回 E パートの解説をしていきたいと思っております。この E パートというのはラストの5分ぐらいのパートになってるんですけども、このラストの5分にものすごく内容が詰まっているので、そこを徹底的にやっていくという内容になっております。この番組はムービーがムービングしていくということで、映画の面白がり方を皆さんにプレゼントしたいという番組になっております。今回の E パートの解説はですね、ABCD パートの総決算となる最後のラストの5分になっているので、前回までの ABCD パートの解説を聞いていなかったら内容がよくわからないと思いますので、まだ見ていない方がいればそちらを先に見ていただけたらなと思います。そして今回も一つ一つの出来事を解説していく中で、ここの部分についてはまた次回以降解説していきますという伏線を張っていきたいと思っています。というのも、そこも一気に解説に入れてしまうと、もう動画が何時間あっても足りなくなってしまうので、それは次回以降の考察編で一つ一つじっくりやっていきたいと思っています。ということで E パート約120分地点から124分までのラストの5分間について物語を徹底的にさらっていきましょう。 E パートは題しまして崩壊する世界、この体験は少年と共に生き続けるをお送りします。前回 D パートからの続きです。氷見をさらっていったインコ大王を追いかけて、真人とアオサギは大王子がいてるところにつながる白い石の通路を進んでいきます。するとその途中で引き返したと思われていたインコ大王が身を隠していて、こっそりと真人とアオサギの後をつけていくんですね。ここでですね、前回ラストでインコ大王が大王子に対して取引を持ちかけるんですが、この取引の内容というのが少し分かりにくいので、ここでおさらいをしたいと思います。インコ大王と大王子の意見が実は対立しているんですけども、インコ大王としては大王子にこの世界を保ち続けてほしいと思っているんですね。そのため上の世界から来た真人を夏子がいてた産屋に入るという禁忌を犯したという理由で排除したいという狙いがあります。反対に大王子としては下の世界がもう自分の力では保てない、もう限界が近づいているということを感じて、この下の世界が崩壊していく前に真人にこの世界を受け継ぎたいと考えているんですね。つまり真人が鍵を握っていて、真人の考え方次第ではインコ大王は権力を失って普通の赤星インコに戻ってしまうかもしれないということになってるんですよ。なのでインコ大王はリスクを承知の上で真人の出方を伺うためにこっそり真人の後をつけて、また大王子のいる方についていくという流れになっているわけですね。話の続きなんですけども、真人とアオサギは大王子のいる方に進んでいくと、逆に真人を探して大王子のところから戻ってきた氷見と出会いまして、真人と氷見は抱き合うんですね。それがまさにこのシーンになっているんですけども、氷見は抱き合った後、真人に大王子が待っていると告げてですね、真人とアオサギに氷見も合流して3人でまた大王子のところに向かっていきます。するとさっきまで晴れていた空がどんどん暗くなってきていて、風が強くなっていて木が揺れ始めるんですね。もうすっかり夜になり始めていたんです。インコ大王は3人に気づかれないようにこっそり後をつけていきます。ここからこの夜になって荒れ始めてるというところと、この世界の限界がもうすぐそこまで迫ってきてるというところで、そこが相まってですね、どんどん物語の緊張感がラストに向かって高まっていくシーンになってるんですね。3人は一度真人が夢の中で大王子と話をしていた黒い塊が浮いている場所にたどり着くんですけども、ふと真人が足元を見てみると、大王子が積み上げていた石の積み木のなり損ないがですね、無数に地面に転がっていて、実はこの場所はこの石のなり損ないが積み重なってできた丘だったことに気づくんです。この君たちはどう生きるかの後半の方で出てくるこの石ですね。
大叔父が積み上げている石は綺麗な形をしている整った形の石なんですけど、真人の足元で見たのは汚れていたり欠けている石のなり損ない。しかもこの石を積み上げることでこの下の世界を保ち続けてきた大叔父がいるということで、この石っていうのがものすごくね重要なモチーフになっているんですけども、こちらについては考察編でしっかりとやっていきたいと思っています。そうして石のなり損ないの丘をどんどん登っていくと、一番高い丘の上に大叔父と話していた時に出てきた黒い塊が浮いているんですよ。その前に大叔父はいてたんですね。大叔父は到着した真人に、これは悪意のない13個の石だ、3日に1つずつ積みなさいって言って真人に渡そうとするんですよ。しかし真人はですね、それはできませんって言うんですよ。真人は自分のここの部分についている傷を大叔父に見せてですね、この傷は悪意の印です。僕は現実に帰って氷見やキリコさんやアオサギのような友達を作りますと言うんですよ。ここで下の世界の命運をめぐる重要なこの真人という存在がですね、この世界を受け継いでほしいという大叔父の誘いを悪意があるという理由で断るんですよ。真人が受け継がないということから、この世界はもう保てなくなって今にも崩壊することが確定するということになってまして、そしてこの大叔父が真人に渡そうとする悪意のない13個の石ということなんですけども、この13個について今まで宮崎駿が監督してきた長編作品の数がちょうど13個であるということや、いろんな人が考察しているんですけども、しかも3日に1個積みなさいというのがですね、だいたい3年に1本ペースで宮崎駿がずっと映画を何十年も作り続けてきたというところなど、いろんな憶測が飛び交っているんですが、そこも先ほど言った考察編でこの石の解説をするときにしっかりやっていきたいと思っています。そしてですね、悪意があるから告げませんということで、ここでも悪意という言葉が出てくるわけですよ。このたびたび出てきてますけど、悪意というのはこの君たちはどう生きるかという物語の中でどういう意味を持っているのかというのがすごく考察のしがいのある内容になっているので、ここについて今のところ腑に落ちる解説をしている人が今いないので、ここは考察が難しいところでもあるんですけども、しっかりやっていきたいなと思っています。そして続きなんですけども、真人が受け継ぐことを断って積み上がってる石の積み木はどうなってるかというと、もうねグワングワン揺れて、もう今にも崩れそうになってるんですよ。しかも真人が受け継がないという結果を出した時点で、この下の世界は崩壊することは確定してしまってるわけです。その様子を見かねたインコ大王が突然横から登場して「わしにもできる!」とかって言って、大叔父が真人に渡そうとしてたその13個の綺麗な悪意のない積み木とやらをバーッと奪い取って、バチ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 ってこう積み重ねるんですけども、もうダメなんですよ。インコ大王ではダメで、バーッと崩れそうになる、ってなった時にインコ大王がですね、もうサーベル抜いて、もうその石の積み木ごとバチンってこう切っちゃうんですね。その直後、目の前にあった大きななんかぐにゃぐにゃの塊みたいな、この世界の源みたいなやつが液体のようになってバーンと爆発して、レイダラぼっちが最後爆発したみたいに弾けていくんですよ。そしてこの世界はそこを中心にしてどんどん崩れていくと。王子は真人に対して時の回廊へ急げって言いながら、その液体状になって爆発したもう中心のところにいてるんで、飲み込まれてしまってインコ大王と一緒にその中に消えてしまうんですね。これはこの世界を受け継ぐことができるのは大叔父の血族だけであるというセリフが前回の D パートであったんですけども、それをですねインコ大王がもうたまらず積み上げてしまったことによって、今にも崩れそうだったこの世界にもうとどめを刺してしまったということなんですね。この世界を保ち続けて欲しかったインコ大王が一か八かと思って積み上げたこの積み木はですね、案の定なんですけども安定しなかったんですよ。これを僕はインコ大王には自分のこの私利私欲のためにこの世界を保ち続けてほしいという欲望がある。つまりこの人には悪意があるので、その悪意のない13個の積み木を積み上げることはできなかったんだということの解釈もできると思っているんですよ。このインコ大王というキャラクターがですね、
大王子に対してこの下の世界を保ち続けてほしいとずっとそれまで大王子をむしろね支えてきたキャラクターでもあるんですよね。このキャラクターについていろいろ考察していくと面白いところがあるんですけども、こちらについては次回以降やっていきたいと思います。ということで、破裂したその塊を中心に崩壊していく世界の中、真人と氷見とアオサギは全力で走って時の回廊の方を目指すんですね。一方他の場所では異変を感じたインコたちが自分たちの荷物をまとめて慌ててこの世界から逃げようと思ってインコたちも時の回廊の方に進んでいくんですよ。その混乱の中で長らく出ていなかった若桐子と夏子がですね、同じく時の回廊を目指して進んでまして、2人は合流して2人で時の回廊を目指してくるんですね。そうして時の回廊にたどり着いた真人とアオサギと氷見、廊下の逆側から夏子と若桐子がそこへ到着しまして、この時の回廊という場所で下の世界で生き残ってるキャラクターが全員集合してくるという流れになります。ここでですね、C パートのラストから登場していなかった若桐子と産破りにまた出てきた夏子とですね、この2人が物語に復帰してくるんです。そして主要登場人物が全員時の回廊に集まったというところからもう一気にラストに向かっていくと。ここが映画館で見てるともうめちゃめちゃスピーディーに展開されていくので追いつけないところになってくるんですけど、これね、よくよく考えるとこの下の世界に存在している主要な人物は全て真人の血族であるんじゃないかという僕は考察を立てているんですけども、そうした時にこの若桐子はなぜこの下の世界に存在することができるのかというところが面白いところなんです。しかも夏子と桐子は時の回廊に向かって進んでる道中ですね、合流すると言いましたけど、その合流する時も何も会話は交わさないんですが、なんか二人とも初対面じゃない感じは出してるんですよ。ここのところですね、すごく面白いので、この真人一族の家系についてですね、考察編で深くやっていきたいと思っているので、楽しみにしてください。そうしてみんなが時の回廊にたどり着いて、真人は氷見にお母さんって話しかけるんですよ。そこで真人は、氷見は生きていないといけない。このまま元の世界に帰れば、氷見は火事で焼け死んでしまうんだということを涙ながらに氷見に訴えるんですね。しかし、氷見はすでに自分の運命を受け入れている様子で、それでは真人を産むことができないと言って断るんですよ。それから真人の方を向いてにっこり笑って、いい子だなって褒めてあげてですね、別れを告げるんですね。そうして、真人と夏子とアオサギは、自分が元いた世界につながっている、一度、氷見と一緒に開けた132番のドアを開けて、一方、氷見と若桐子は、二人で559番と書かれた別のドアを開けて、外に全員が出るんです。ここで、それぞれが別のドアを開けて現実の世界に帰ったというところに注目してほしいんですね。132番のドアは一度開けてお父さんと一瞬再会してまた戻っていったという話がありましたけど、あのドアと同じドアなので、真人がもともといてた1945年の現代に繋がっているわけなんですけども、一方ですね、氷見と若桐子が開けた559番のドアというのがですね、どこにつながっていたのかと言いますと、前回の D パートの冒頭でおばあさんが話していた昔話に出てくる真人のお母さんは幼い時に1年間行方不明になって失踪していたんだけど、そのまんまの姿で1年後に帰ってきたという話がありました。その帰ってきた時の現代に559番のドアがつながっていると。そこで、氷見がそこに帰るのはわかるんですけど、昔話に登場しなかったキリコさんも帰ってきてたんじゃないのかというのが僕の考察につながっていくんですけど、ここは考察編で深くやっていきたいと思います。ということで物語の続きなんですけど、現実の世界に真人たちは帰ってくると、後ろを見るともう塔がもうボロボロと崩れ始めていたんですね。すると画面が暗転して真っ暗な中に真人とアオサギだけが映るシーンが始まるんです。そこでアオサギはもう消えかかってるんですね。
消えかかってるアオサギは真人に話しかけるんですけど、あっちのことをまだ覚えているのか、まさかあっちのものを持って帰ってきちまったんじゃねえだろうなって言うんですよ。そう言われた真人は、あーっと思ってポケットの中に手を入れると、ポケットの中には若キリコにもらったおばあさんキリコの木でできた人形と、大王子がいてた丘のところに転がっていた石の積み木のなり損ないを、氷見にダメって言われたのに、ポケットに入れて1個持って帰ってきちゃってるんですね。アオサギはそれを持ち帰ってきてしまってることにすごく驚くんですけども、これは強力なお守りになる。だけどそのうち消えて忘れるさ、と言い、アオサギは、あばよ友達って言って消えていってしまうんですね。真人は向こうの世界でできた友達が消えてしまったことに涙を流すんです。すると、ポケットから出して持っていた、おばあさんキリコの木の人形がボフってなって、おばあさんキリコが復活するんですね。しかもそこにお父さんと6人のおばあさんたちが駆けつけるんですよ。すると塔の扉から、もう無数の赤星インコが、もういっぱいいっぱい溢れ出して出てきてですね、前回同様、大きな体からどんどんちっちゃくなっていって、普通の赤星インコになってパタパタパタ飛んで、もううんこをね、撒き散らかすんですよ。そこでですね、真人と夏子と父親と7人のキリコを含むおばあさんたちは、再会を喜んで笑い合ってるんですけど、もう全員がもう顔中も体中ですね、うんこまみれで、うんこまみれの大団円ということになるんですね。このシーンで、真人は下の世界にしか存在しないものを持ち帰ってしまったんですけども、アオサギによると、下の世界から持ち帰ったものや、そこでの記憶というのは、やがて消えて忘れてしまうんだということなんですね。そして残念なんですけども、アオサギも作られた下の世界の住人なので、下の世界が崩壊したことに合わせて自分も消えていってしまうということなんですよ。ここで物語が始まった冒頭から登場していたアオサギと真人の物語が終了するということになるんですね。それがものすごく感動的に描かれるんですけども、その直後ですね、問題のシーンがありまして、うんこまみれになるというところなんですけど、これは前回の D パートで一度この132番のドアを開けてヒミと一回一瞬出たんですけど、また戻っていったというところもうんこまみれになってましたよね。スタジオジブリのアニメーションで、しかも宮崎駿がもう最後かもしれないと思って作ってる作品の、その最後のラストの最後のシーンにうんこまみれというのはですね、皆さんはこれね、ネタシーンだと思ってると思うんですけど、このうんこにめっちゃ意味があると思ってるんですね。このうんこについては、アオサギ、ペリカン、インコというこの3種類の鳥がこの物語を彩ってるんですけど、この鳥の解説の時にこの鳥のうんこについても解説していきたいと思っています。うんこうんこ言うてますけど、最後のラストカットがもう一つだけあって、その塔の崩壊から2年後が最後映るんですね。真人にはすでに弟が生まれていて、疎開先のこの田舎から元いた東京に一家で引っ越しをしようとしているシーンで最後終わるんですよ。そこで真人は自分の部屋の荷物をまとめているんですね。すると、ふとポケットの中に何か存在感を感じて、ちょっと無意識に真人はポケットを気にかけるんですけど、その時に1階の玄関の方から夏子さんが真人さんって呼びかけるんですよ。すると真人ははーいと元気に返事を返して、この映画は終わるんですね。この真人のはーいっていう返事が出たら、米津玄師の歌が流れ始めてエンドクレジットが出て、もう終わりという終わり方になってるんですね。この君たちはどう生きるかという物語は、戦争が始まってから3年目にお母さんを火事で亡くした真人が終戦の2年後までの間に体験した不思議な出来事がこの映画の物語になっているということだったんですね。それは真人目線から見た物語になっていて、1944年から1947年までの出来事を映画にしているんですけども、おばあさんたちの昔話などを時系列に含めていくと、明治維新の少し前から戦争の終戦から2年後、この長いスパンで考えていくと、不思議な塔と真人の血族というところでのくくり。このくくりで
物語を見ることもできる内容にはなってるんですね。この映画の冒頭で不思議な体験をする前の真人は帽子を深くかぶって目が半分ぐらいしか見えないぐらい深くかぶってですね、これどういうことかというと自分の本音を人には語らないキャラクターですよというビジュアルのイメージになってるんですね。そんな真人は不思議な世界での体験は記憶にはないんだけど、確かに体験として真人の中には生き続けていて、その体験のおかげで、ちょっと受け入れづらくて、いろいろ思うところがあった夏子さんを映画の終わりでは受け入れていて、そのママ母の夏子さんに元気に返事を返せるような真人くんに成長しているという物語なんですよ。このシーンは、この先の未来が少しこの出来事が起こる前よりも明るくなっているということを暗示させるラストシーンになっているんですね。以上がですね、崩壊する世界。この体験は少年と共に生き続けるでした。この最後の5分間の E パートの内容をまとめていくと、注目してもらいたいポイントが5つあるんですけども、気になるポイントの1つ目は、大王子がこの世界を受け継いでくれと言った誘いに対して、真人は断った。その断った理由は、自分には悪意があるからダメだという理由で断ったということ。そして2つ目は、インコ大王と大王子の関係性。真人がやってくる前の大王子とインコ大王の関係性に想像を働かせてもらいたいなと思うんですね。ここのところは考察編で詳しくやっていきたいと思います。そして気になるところ3つ目はですね、別のドアから現代に戻ったというところですね。真人が飲み込まれた不思議な塔というのは、いろんな時空にまたがって立っているというキャラクターの発言があることと、時の回廊といういろんな時系列につながっている扉が集まっているですね、廊下の存在。このあたりから、この塔はこれ何なんだということなんですよ。そして気になるポイント4つ目は、アオサギっていうのは、これは結局何者だったのかということなんですよ。この君たちはどう生きるかという映画の中で、真人血族以外のキャラクターで一番重要なポジションを持っているこのアオサギというキャラクターは、ものすごくつかみどころのないようなキャラクターなんですけど、これは一体何だったのかということなんですよ。よく鈴木プロデューサーがこのアオサギのモデルになってるとかいろんな人が言ってますけど、僕それ全然違うと思っていて、そこのところは考察編でしっかりやっていきたいなと思っています。そして気になるポイントの5つ目はですね、ラストの解釈。ラストで崩壊していく世界の中に、大王子とインコ大王が飲み込まれて消えてしまって、この世界の消滅と同時に、アオサギも後で消えてしまいましたね。そして、真人と夏子と木の人形から復活したキリコおばあさんは、現代のこの日本に帰ってくるわけなんですけど、このレビューサイトなどで見てると、このラストについて、なんかさっぱりしすぎて意味がわからないみたいなのが多いんですけども、これね、立ち止まって、それぞれのキャラクターの目線で一つ一つを整理していくと、それぞれのキャラクターに行動のモチベーションが設定されてて、別の目線でこのラストの展開について見ることができると思うんですね。映画館で見てるとトントン拍子でパタパタパタと最後終わっちゃうんで、置いていかれがちなんですけど、このラストをそれぞれのキャラクターの目線で見ていくと、解釈が分かれて非常に面白いと思いますので、ぜひ想像してみていただきたいなと思います。ということでですね、A パート、B パート、C パート、D パート、E パートということでですね、ジブリスタッフがこういう風に分けているんですけども、その分け方に応じて5つの動画を作ってきたわけなんですけども、ようやくですね、次回から考察編ということで、この解説をしながらこれは次回でこれは次回でというもったいぶってる内容を深く深く掘り込んでいくということをやっていきたいと思っているんですね。次回の予告なんですけども、この映画の僕が持っている感想を話したいということと、そして考察編でこの内容をやっていって、この内容をやっていってっていう予定があるんで、この内容はこの内容はという予告をまとめてしていきたいと思うんですね。今予定しているこの雰囲気だけお話しすると、世間一般の解説者の人がもういっぱい解説している内容の中でも、これは宮崎駿のことを知ってたら、例えばアオサギは鈴木プロデューサーではないとこれ断言できるんですけど、そういったところなどを踏まえながらですね、同じ
ポイントについて解説をするんですけども、他の解説者とはちょっと違う解釈になってるかなとは僕の中では思っています。ということと、もう一つ誰でも解説してないんですけど、真人一族のこの家系についてですね、すごくこの物語の謎を握っていると思っているのと、あと、不思議な塔の存在と、この世界自体が何だったのかというところの考察などは、結構ね、やりがいがあると思いますので、そこのところを深くやっていきたいなというところと、あとはですね、うんことか、詳しくやっていきたいですし、そして、もうこれは結構賛否あるかと思うんですけど、木村拓哉、米津玄師、菅田将暉をかませ犬にしている鈴木プロデューサーっていう話をしたいとか、あと宮崎駿はロリコンだと僕思い込んでたんですけど、この映画見て分かったのが、宮崎駿ってロリコンじゃなくてマザコンやったという話なんですけど、これは YouTube のルールに触れてしまうかもわからない内容になるかもわからないんで、話しにくい内容にはなるんですけど、ここをね、なんとか話せるようなやり方ないかということで考えながら、今まとめているんですけども、そういったことを、次回ですね、改めて予告をさせていただいて、考察編を続けていきたいということになっているんですね。ということでですね、A から E まで解説して、僕の、この解説してみての、この解説自体に対しての感想なんですけど、いろいろコメントでいただいている通りですね、後で解説します。考察編でやります。考察編でやりますっていくつもこう、伏線を張っていくというやり方をしたんですけども、意外と自分が思っているよりも A パートから E パートまで話すのにものすごい時間かかってしまったというのが正直なところでして、そこにですね、皆さんも、ちょっとお付き合いをね、強制するような形に今なってしまっているので、そこは非常に申し訳ないんですが、一つ一つのこの物語を辿っていきたいとか、例えば夏子さんがかぶら屋を売っていたと、普通の矢を売っていなかったというところとか、そういう細かいところ僕すごく気になってて、そういうところを一個の動画にするほどのボリュームでも逆に言ったらないので、この解説の中にこう散りばめる形にはなってるんですけども、そういう細かいあんまり重要じゃないところはこの解説編の中に入れて、ここは深くやってきたこのうんこの話は動画一本作りたいっていうのはですね、考察編に避けていってるとか、そういうイメージでやってるんですね。ということで、何が言いたいかと言いますと、この解説編っていうのは、正直別に誰でも別に話ができる内容だと思うんですけど、この考察編っていうのはですね、私のですね、本領発揮となっておりますので、そちらの方をですね、メインで皆さん楽しみにしていただいて、また見ていただけたらなと思っております。ということで、A パートからですね、ずっとこう見てくださってる、なんだったらこう予習編から見てくださってる皆さんも、本当にありがたいと思っているので、これからですね、考察編、皆さんのご意見などをこう頂戴しながらですね、このアート的な作品と呼ばれているこの君たちはどう生きるかという映画の面白さをどんどん皆さんと一緒に引き出していきたいなと思っていますので、これからも引き続きよろしくお願いいたします。ということで、今回の動画も高評価ボタンを押していただいて応援いただけると非常に嬉しいなと思います。ということで、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは皆さんご来場いただいてありがとうございました。